それは、デボンと共演者アーニャ・ウェルズのスクリーン上のロマンスが再びバズった夜だった。私は塩ビネガーポテトチップスの袋を勢いよく破り、ファン制作の編集動画をクリックし、二人の運命的で甘い愛にむせび泣いた。隣にいたデボンはため息をついた。全部プロモーションだよ、ジョー。本当じゃない。そう落ち込まないで。涙でぐしょぐしょの目を上げていった。落ち込んでなんかいない。本当にあなたたち、すごい化学反応があると思うよ。動画のサウンドトラックが盛り上がり、スクリーン上のすべてのキスが次々と映し出される。どれも見入ってしまうほど熱く、止められないものばかりだった。彼らは本当に運命づけられた二人のように見え、それがファンのお気に入りのコメントにさらに火をつけた。タイミングがすべて。彼のガールフレンドさえいなければな。私は深く震える息を吸った。デボンと私は言った。別れよう。彼の目が驚きと信じられなさで大きく見開かれるのを見た。その時、気づいた。デボン賞との交際は今年で7年目になる。彼はついに有名になり、大スターになった。私は世間や彼のファンが嫌う地味でふさわしくない一般人のガールフレンドでしかない。女性同僚が噂で攻撃されれば、デボンは彼女を守り、慎重に公の場で慰め、気遣いを見せる。でも、私が彼と付き合っていることでネットで引き裂かれ、余計なお荷物古くなった年上の女というレッテルを貼られたとき、彼はただ冷静にこう言った。いいか、視聴者は今も俺とアーニャに夢中なんだ。まだキャラクターに感情移入してる。大げさに反応しすぎないでくれ。でも今、私がついに彼の助言に従って身を引こうとしているのに、なぜ彼は突然そんなに動揺しているように見えるんだろう？ 1. デボンは私の言葉を理解していないようだった。長い沈黙の後、彼はぶっきらぼうに言った。本当の理由を聞かせてほしい、ジョージー。私は肩をすくめた。それが理由だよ。彼は私の目をじっと見つめ、私を見透かしたと思っているようだった。今回の撮影の件だろ、ジョー？また疑心暗鬼になって不安になってるんだろ？彼はまたという言葉を強調した。確かに、私の安全思考のなさはいつも私を不安にさせ、取り乱させてきた。特にここ2年、デボンのキャリアが急上昇した頃から。彼が撮影に入ると、突然メッセージの返事が来なくなり、電話に出てもらえなくなる。どこで撮影しているのか、誰と仕事をしているのか、彼は私に何も教えてくれなかった。ほとんどの場合、ツイッターをリフレッシュし、撮影現場からのパパラッチのネタを見て、彼の生活を知った。その短い動画の中で、抱き合い、抱擁し、熱烈なキスは、仕事の一部に過ぎなかった。私はよくそれらを見て、頭の中が勝手に彼と他の女性との親密なシチュエーションを描き出し、そして眠れなくなる。私はただ器が小さいだけなのかもしれない。我慢できなくなったことが何度かあり、彼に電話したが、デボンの冷たい、すぐさまの電話切りで終わった。ようやく会えたとき、彼の最初の反応はいつも私を批判することだった。何度も言ってるだろ？役に没頭しなきゃいけないんだ。脚本に完全に入り込まなきゃいけないし、外の人間や物事に気を取られちゃいけない。プロの俳優のガールフレンドとして、俺を理解しなきゃ、支えてくれなきゃ。邪魔ばかりしちゃダメだ。わかったか？ 2. 私はできるだけトラブルを起こさないよう最善を尽くしてきた。本当に失敗したのは一度だけだった。ミコゼ以上も会えておらず、デボンが恋しくてたまらなかった。事前に彼のスケジュールを確認し、彼が休みで現場に来られる日を確保した。彼の大好きな職人製ペストリーを買うために3時間も並んだ。ところが、ニューヨークは突然の豪雨に見舞われた。
制作チームは急遽、雨に濡れる重要なシーンをその日に移動させた。私の予定外の訪問のせいで、デボンはキスシーンの気分に入れず、監督は何度も撮り直しを命じた。デボンは普段は誰にでも礼儀正しく魅力的で、現場で起こることはなかった。彼は遅れについてスタッフに何度も謝罪した。しかし、彼はその怒りをすべて私にぶつけた。彼は私が買ってきたペストリーの箱まで投げつけた。ジョスリン、誰がここへ来いと言った？このクソみたいなものを持って出て行け。涙で視界が霞んだ。デボン賞、あなたは最低よ。あなたは私にしか怒鳴らない。あなたが忙しいのは見えたからすぐに控え室で待ってたのに。どうして邪魔したことになるの？もうたくさん。別れるわよ。別れるという言葉を聞いて、デボンは2秒間凍りついた。彼は拳を握りしめ、怒りを押し殺した。彼は私を椅子に押し込み、キスをした必死で、乱暴で、飢えたようなキスで、半分はキス、半分は野蛮な噛みつきだった。喧嘩はしてもいいが、二度と俺から去るなんて脅すな。今日も、デボンは同じ手を使おうとした。私は一歩下がった。彼は外した。デボンはこめかみを揉みながら忍耐強く説明した。アーニャは新人なんだ。若いから役から抜け出すのに少し時間がかかるんだよ。いいか？それは悪いことか？彼女は同僚で泣いてたから俺が慰めたんだ。それも悪いのか？頼むから疑うのをやめてくれよ。君のおかげで俺は最低なやつみたいに感じるんだ。すごいプレッシャーなんだ。彼は喋り続けた。私は一言も聞いていなかった。頭の中が今日の早い時間のライブ配信に引っかかっていた。デボンとアーニャはお互いの目を見つめ合い、二人とも突然泣き出した。私は理解できなかった。ドラマではカップルはハッピーエンドを迎えた。ドラマは大ヒットし、高い評価を得た。それなのになぜ二人とも泣いているのだろう？デボンは本能的に手を挙げてアーニャの涙を拭おうとしたが、途中で止まり、それからぎこちなく彼女の頭をポンポンと叩いた。その小さな一つのディテールだけで、カップリングファンは無数の動画を作り出した。キャプションはこうだ。あなたの方にはまだ涙が濡れているのに、もうそれを拭う権利は僕にはない。以前なら私は嫉妬に狂ってデボンに謝罪を要求しただろう。でも今は違う。なるほど、関係が本当に終わりに近づくと、それは本当によどんだ水のようになる。もう波は立てられない。あなたは正しいわ、デボン。あなたは何も悪いことはしていない。でも、今日はやっぱり別れたいの。3. 私の頑固さは、ついにデボンの忍耐力を消耗させた。彼は飛行機に乗るのに急いでいて、こんなドラマに構っている時間はなかったので、いつもの決まり文句を吐き捨てた。少し冷めたらいいさ。それは彼の最もよくある問題解決法だった。彼はただ手を洗うようにそこから離れる。次に会った時、私たちはキスをして仲直りし、喧嘩はなかったことにする。彼にとって沈黙は解決を意味した。しかし、私にとって一つ一つの出来事は注意深く心に刻みつけられていた。数日後、私は花屋の賃貸借権譲渡契約にサインした。リードさん、お店はいつも繁盛しているのに、どうして手放すんですか？新しいオーナーが尋ねた。私は自分の店を見て、深い胸を締め付けられるような悲しみを感じた。私は長年の人生をこの場所に注いできた。もうすぐニューヨークを離れるからです。デボンと私は二人ともサンタモニカの出身だった。何年も前、彼は夢を追いかけてニューヨークに引っ越し、私は仕事を辞めて彼について行った。最初は私たちは文字通り一文なしで、
月$600の窓のない10フィート四方の箱のような部屋に住んでいた。窓は地面からかろうじて顔を出す高さだった。通行人がいつも覗き込んでいた。ニューヨークはとても豪華だった。そして私たちは下水道に住むネズミのようだった。ここの冬は骨まで凍るような寒さだった。私は中古のスペースヒーターを買ったが、ある夜、故障して火事になった。デボンはその知らせを聞くと、友人の車を借り、一晩中7時間かけて戻ってきた。彼はほとんどすべての感情を演技に注ぐ男だ。普段の生活では、どこかよそよそしくクールだ。しかし、あの夜、彼は私を抱きしめ、過去睡になりそうなほど激しく泣いた。ジョージー、これは俺のせいだ。お前に苦しい思いをさせている。約束する、俺は大成する。大金を稼いで永遠にお前を愛し、大切にする。それから7年後、デボンのキャリアは急上昇し、私たちの問題は増え続けた。それは避けられないことだった。私は親密さや安心感に対して非常に不安を抱きやすい人間だ。そしてデボンは俳優だ。彼の仕事は激しく親密なシーンを撮影し、魂のすべてを別の人格に押し込み、キャラクターとして他の人物に恋に落ちる自分を想像することだ。一度、彼はある女優と激しく情熱的なキスシーンを撮った。それは、キャラクターの感情のもつれのクライマックスを飾る重要な有名なシーンだった。二人は泣き出すまでキスし、自発的に抱き合い、長い間キスを続け、監督がカット。と叫ぶのも聞こえなかった。結局、ベッドに倒れ込み、体を密着させ、お互いの服を引きちぎった。その後に起こったことは、脚本にはなかった。それは本物の性の感情から生まれた無意識の反応だった。監督は狂ったように拍手した。素晴らしい。これは使おう。本当に感情にコミットしてくれた。運命のように、その日はデボンの誕生日で、私はサプライズでプレゼントを持って訪れていた。正直、あのシーンを見るのは苦痛だった。でも、どうしようもなかった。それが彼の仕事なのだ。怒ったり嫉妬したりすることさえ、私をヒステリックな馬鹿のように見せるだけだった。その安心感のなさは、私を不安にさせ、敏感にし、執拗に支配しようとした。彼がシャワーを浴びている間に、彼の携帯をチェックした。彼に見つかった。彼は激怒した。ジョスリン、どうかしてるぞ。他にやることないのか？自分の人生ないのか？残酷な三連門だった。彼は私に仕事を辞めてニューヨークに引っ越そうと説得した張本人で、私の執着ぶりが好きだと言い、永遠に私を養うと言った。あの喧嘩の後、私はすべての貯金をはたいてこの花屋を開いた。私は雨の日も晴れの日も毎日通った。自分を忙しくさせた。そうすれば、デボンが今日誰とキスしたか、濡れ場シーンはどれだけ激しかったか、彼が生理的な反応を起こしているか、あるいは役から抜け出して本気で誰かに恋をするか、そんなことを考え続ける時間がなくなる。4. ラッシュアワーが終わった。帰宅途中の地下鉄車両は空いていた。二人の女の子が隣に座り、バカみたいな恋したような笑みを浮かべて電話を見つめていた。かける？デボンとアーニャ、絶対オフでも本当に恋してるよ。あんな無意識のタッチは嘘つけない。デボンってガールフレンドいたよね？まあ、考えてみてよ。片方は付き合って7年のガールフレンドで、新鮮味もなくて古い話。もう片方はゴージャスで活気に満ちた新人女優。デボンだったらどっち選ぶ？私はさりげなくコンパクトミラーを取り出して自分の顔をチェックした。私だって高校のプロムクイーンだったんだよ。そんなに古くなってるわけないよな。
実際、デボンが私たちの関係を公表したのは、私が彼に強要したからだ。最初、彼はプライベートな生活をメディアに話したくないと言った。だから業界では誰も彼にガールフレンドがいることを知らなかった。女性たちが彼を口説き、縁談の話も持ちかけられ、枕営業のオファーさえあった。私はついに切れた。そんなこと必要ないって思ってるの？それとも私のことが恥ずかしくて独身ステータスを諦めたくないの？デボンは私を理不尽だと言った。それでも彼はインスタグラムに声明を投稿し、私の存在を公表した。ハッピーセブンスアニバーサリートゥーマイガール@ジョージーレイド。その夜遅く、ハッシュタグデボン賞恋愛発表とハッシュタグデボンアーニャが同時にトレンド入りした。なぜなら、彼らのカップリングファンがすぐにバズる投稿を公開したからだ。あなたは私の狂気、日常の秩序の外に存在するもの。その投稿は、彼らが仕事を始めてからの曖昧な瞬間をすべてまとめたものだった。そのスレッドでは、彼らは引き裂かれた恋人として位置づけられ、私は悪役であり、彼らの運命的な結びつきを邪魔するいじめっ子だった。ファンたちは、デボンが私と付き合っているのは退屈で平凡なガールフレンドと別れたくないという義務感からだと主張した。アーニャはその夜遅くインスタグラムにログインした。彼女はその投稿にいいねをし、すぐにいいねを解除し、それから親指が滑ったと釈明する投稿をした。典型的な手口だ。それから彼女はわざわざ私にタグをつけた@ジョージーレイドね、シス。心配しないで。今度ブランチしようよ。まるで親友かのように。私は彼女に一度も会ったことがない。デボンは私に考えすぎないように言った。アーニャはただの可愛くて単純な子だよ。お前が気まずくならないようになだめようとしてただけだろう。私は思わず尋ねた。彼女が単純なら私は？デボンは口元をわずかに上げて微笑んだ。おいおい、ジョー。なんで若い女の子と自分を比べるんだ？彼の口調は優しく、ほとんど愛情を込めたものだった。アーニャは私よりたった2歳年下だった。隣の女の子はヘッドフォンを抜いた。私は聞き覚えのある声を耳にした。そして気づいた。今日はロサンゼルスでのデボンの新作映画の記者会見の日だった。ライブ配信されていた。私はライブフィードをクリックした。最近、アーニャは大きなバッシングに直面していた。彼女の過去高校時代のいじめ、役のための枕営業、共演男性とのイチャつきについての噂が渦巻いていた。会見で、アーニャは初めてその噂について言及した。すぐに彼女は言葉を発することができないほど泣き出した。デボンはその間ずっと彼女を守っていた。メディアのあらゆる詮索好きな質問に、ライブチャットのあらゆる悪意あるコメントに、デボンはすぐさま反論した。彼は深刻な表情で言った。ネットいじめは恐ろしいことだ。人に取り返しのつかない傷を与える。私は笑い出した。笑いが止まらなくなり、涙がこみ上げてきて鼻がツンとした。私は顔を手で覆った。涙が指の間から流れ落ちた。大丈夫ですか？隣の女の子がティッシュを差し出した。ありがとう。地下鉄で泣くのは恥ずかしかった。私は早めに降りた。全部デボンのせいだ。彼が公表して以来、彼とアーニャのファンは容赦なく私のコメント欄を攻撃してきた。彼を独占するのやめて、本当にふさわしい人に王様を譲ってよ。愛されてない方が第三者よ。あなたって本当に余計なんだよね、シス。あんたこのクソ女が邪魔しなければ、私たちの推しカップは付き合ってるはず。今すぐ別れろ、さもないといじめ続けてやる。
より過激なファンは私の個人情報を晒し、グロテスクなメッセージを送り、私のアパートの建物の前で張り込みさえした。私は以前、ネットいじめで自殺した人々の話を読んだことがある。悲しいとは思ったが、あまり理解できなかった。匿名の嫌がらせは無視して、自分の人生に集中すればいいじゃないか？それが自分に起こったとき、ついにその恐怖を理解した。本当に恐ろしかった。デボンはその時、ロケ地にいた。電話に出ず、メッセージは虚無に消えた。彼が撮影を終えて帰宅した時、私は不眠症に2週間悩まされていた。私は神経の薬をもらうために医者にかかっていたほどだ。デボンはただ私を抱きしめて、浅い慰めをくれた。大丈夫だよ、ジョー。心配するな。彼らはまだドラマに感情移入してるだけだから。その夜、彼は予定されていた次の出張に出発した。私はいつも彼の行動は単に彼の性格なのだと思っていた。彼は他人の感情に少し鈍感で慰めるのがあまり上手ではないが、大した問題ではなかった。私を愛していないわけではなかったから。でも、今スクリーンを見ていると、デボンがアーニャを激しく擁護し、ネットのヘイトは人を殺すといい。彼が隅に座り、絶えずアーニャにティッシュを渡し、そっと慰めて彼女を泣き笑いさせているのを見て、私は世界で一番の笑い者に思えた。6. サンタモニカ行きのフライトを予約した。出発予定日の前日、医者の指示に従って最後の定期診察を受けた。精神科は最上階にあった。長い廊下はロープで仕切られ、人だかりがしていた。私は様子を見に近づいた。映画を撮影中だった。興味はなかったが、振り返ろうとしたとき、人混みの向こうでデボンと目が合った。彼のすぐ横に立つアーニャの姿も見えた。思い出したデボンはしばらく前に、次の役は医者だと話していた。アーニャとの再共演だとは言っていなかった。でも、もうどうでもよかった。私はもう気にしていなかった。目が合った瞬間、デボンは眉を潜め、無意識に私の方へ2歩進んだ。私は振り返らずに立ち去った。アーニャがちらりと見て、私の長髪の後ろ姿を見つけた。彼女はデボンに尋ねた。あれ誰？彼女？ああ。監視に来たの？デボンは少し照れくさそうに微笑んだ。そうみたいだね。アーニャは口を尖らせてつぶやいた。一般人と付き合うのって面倒よね。病院まで監視に来るなんて。私が愛人扱いされるのなんて初めてだよ。彼女どうしたの？そんなことじゃないよ。デボンは私が去った方向を見続けた。彼女はただ少し嫉妬深くて少し不安なんだ。誰かを狙ってるわけじゃない。休憩時間。デボンはメッセージアプリを開き、私との最後のやりとりが2週間以上前であることに気づいた。いつ撮影終わる？話したいことがある。彼は既読をつけたが、返信しなかった。きっと忘れていた。撮影中は私に連絡しないのが普通だった。しかし、私が彼に連絡しないのは非常に異常だった。私は以前は絶え間なく無駄な近況報告を送っていた。ステーキの美味しい店を見つけたとか、ニューヨークは風が強いとか、可愛い犬を見たとか。彼は気にしていないようだった。この突然の私の態度の変化は、彼女がまだ前回の喧嘩を怒っているに違いない。なぜ今回はこんなに怒っているんだろう？私の目つきを思い出し、デボンは誤解されることを心配し、説明しようと決めた。私は自分の番が呼ばれるのを待って座っていた。携帯電話がしつこく鳴り始めた。とても煩わしい。私は大事なことを忘れていたことに気づいた。電話を切り、連絡先に入り、
その番号をブロックした。それからメッセージを開き、デボン賞を見つけ、連絡先を削除した。ずっと気分が良くなった。